どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、初売りには行かれましたでしょうか？初売りといえば年明け一発目の恒例行事ですが、自分は去年人生初の初売りを経験しました。基本的に人混みが嫌いなので、並んでまで買い物したくないというのが根底にあるんですよね。ただ、それもアクアリウムに関しては別。ここまでハマった趣味というのが今までなかったこともあり、アクアリウムで人生初の初売りデビューをしたわけです。というわけで今回も恒例の実店舗初売りに行ってきたので、買ってきたものを全部紹介していきたいと思います。今年は去年行った店舗の他にもう1店舗寄ってきたので、そちらの購入品もお見せしていきます。ある意味で衝撃の商品を手に入れたので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速購入品を見ていきたいと思います。まず最初にお見せする商品の購入先は、去年も初売りに参加した店舗ですね。ちなみに今映っています福袋の袋は、アクアリウムのものではなくワンちゃん用の福袋です。1000円だったんですが、結構いろんなものが入っててお得でした。アクアリウムのこういう系の福袋はゼロです。本題からそれてしまいましたが、購入品を見ていきます。まず最初はこちら、ロタラインディカ。価格は500円。こちらは去年もあったワンコイン組織培養水草ですね。正直組織培養に関しては今まで散々手を出してきたため、もう買ってないものの方が少なくなっているんですが、地味にインディカは買ってなかったので、これを機に購入。人が混んでてあまり中身は吟味しなかったんですが、結構状態も良く満足。続いてはこちら、インディアンクラッスラ。価格は500円。こちらも先ほどと同じワンコイン組織培養です。インディアンクラッスラは前景から中景に使える葉が小さくて可愛い水草ですね。メジャーとマイナーの狭間にいるような水草な気がしてるんですが、最近は ADA でも組織培養水草として発売されているので、認知度は上がってるかもしれません。続いてはこちら、ブラジリアンコブラグラス。価格は500円。こちらも前景から中景に使える水草です。このコブラグラスは有形層ではなく、地下からランナーを伸ばして増えていくようです。あまり前景層としてチョイスしている方はいないようですが、なんか癖でもあるんでしょうかね。後景層はいろんな選択肢がありますが、前景中景に関してはレイアウトに使えるものが限られてくるので、いろんなものを使えるようになりたいです。そんな感じでワンコイン組織培養はこの3種類でした。通常だと1000円ジャストくらいで販売されているものなので、半額なのはでかいですね。ただ、これよく見たらわかると思うんですが、ADA の組織培養ではないんです。最近よく出回ってる、どこから出てるかわからないメイドインジャパンの組織培養水草です。これ本当どこが作ってるんでしょうかね。最近ラインナップが急激に増えてきてる組織培養なんですが、もっと全容がわかるといいんですけど、あからさまに ADA に寄せてきててパチモン臭がすごいんですよね。別に ADA に寄せなくても売れると思うんですけど、出どころがわからないから余計にうさんくさく感じます。ちなみに去年もこの組織培養水草買ってますが、品質は特に問題ないです。そこまでこだわらなければ価格によってはこっちを選んでもいいかもしれません。そんな感じでワンコイン組織培養を3つ購入しました。続いて購入したものも紹介していきます。まずはこちら、ラヌンクルス・イヌンダタス。価格は1419円。こちらは最近一気に流通し始めたグローボウという組織培養水草ですね。去年の末頃に出始めていきなり店頭に並び出したのでびっくりしました。この組織培養に関してはメジャーどころの水草よりも若干マイナーな水草を出してくれているイメージです。個人的にはそっちの方が嬉しいんで、もっといろんな種類が出てほしいところですね。
今回購入したラヌンクルス・イヌンダタスという水草もあまり流通しない種類で、特徴的な葉っぱの形をしている水草です。どういう風に成長するかは全くわかりませんが、どこかしらのレイアウトで使えればいいなと思ってます。ちなみにこちらは初売り関係なく通常の金額で購入しました。続いてはこちら、ブセファランドラおまかせミックス。中身はブセファランドラビブリス。価格は2000円。こちらはド定番のアクアフルール社のポットブセですね。通常3000円超えで販売されているものが2000円ということで、一応購入はしましたが、正直めっちゃ欲しかったのかと言われれば何とも言えないところ。遠路はるばる並んで来店したから何かいろいろ買いたいという欲求が先行した結果購入した感じです。ちなみにすでに持ってます。開けてみるとなんというか失敗したと思いましたね。いくつか葉が取れているところがあったんで気にはなっていましたが、ピンセットで触ってみるとこんな感じでボロボロと葉が取れます。これは確実に溶けてますね。こんなにひどいポットは初めてです。このまま溶けた葉を放置しておくと他の葉もダメになりそうなんで泣く泣く全部むしります。ピンセットで適当に取っただけでもこれだけ貧相になってしまいました。この後仕上げに水道水で洗ったんですが見るも無残でしたね。まあこの件に関してはこんな状態悪いポットを掴んでしまった自分が悪いので、もっと審美眼を鍛えることにします。続いてはこちら、ブセファランドラおまかせミックス。中身はブセファランドラティア。価格は2000円。こちらも先ほどのブセと同じアクアフルール社のブセですね。自分はこのブセファランドラティアが結構好きで、もともと持ってたんですが、ポットの中身もしっかりしてたので購入。ブセなんて何ぼあってもいいですからね。こちらのティアは先ほどのボロボロビブリスとは比べ物にならないくらい綺麗ですね。ボリュームもあるし当たりです。アクアフルール社のポットブセはこれがいいんですよ。ちなみにこのポットブセ、通常3289円とか書いてますが、以前からこの店舗ではセールで2000円程度で売られています。初売りとは。続いてはこちら、ブセファランドラクダガン。価格は2000円。こちらはトロピカ社のポットブセですね。トロピカのポットブセは結構割高なものが多く、このクダガンは特に高いです。先ほどの正面に貼ってあった紙に書いてある通り、通常4200円ということで半額以上値引きされてます。まあ他のショップで買えば3000円台で買えますが、それを加味しても安いですね。購入理由はただそれだけで、先ほどの2種類より割安だから一応買っておいた感じです。自分の動画をいつも見てくださっている方ならわかると思いますが、トロピカのクダガンは組織培養で腐るほど買ってるので、クダガン自体が欲しかったわけではないんですよね。どちらかといえばタグにお金を払ったくらいの気持ちです。株自体はこんな感じで、結構立派な株でいい感じです。というわけで1店舗目の初売りはこんな感じでした。正直なんというか、福袋的なものもなく、圧倒的に安いのはワンコイン組織培養水草くらいのもので、あまり目新しさを感じませんでした。去年もやってたためか、組織培養を見てる人は少なかったですね。おまけに、いつもこの組織培養は売れ残ってるので、初売り初日に行かなくても余裕でゲットできます。実は生態も初売りで売られていたんですが、だいたい大型魚ばかりで自分は眼中になく、小型魚もメダカかベタくらいのもので、ここでわざわざ買う必要があるかと言われれば微妙なところ。去年はベタを購入しましたが、別に特段安いわけでもないので、今回は生態購入はしませんでした。おそらく来年もこんな感じになることが予想されるので、この店舗の初売りに来年行くかどうかはわかりません。ほとんどの商品がせっかく来たから買っておこうというくらいのもので、人混みの中わざわざ並んで遠くに買いに行くメリットは感じられませんでしたね。なんか他の方の初売り情報を聞くと、お得な福袋とかが売られているところも結構あったようで羨ましい限りです。
というわけで1店舗目の購入品はお見せしたので2店舗目の購入品に移っていきます。まず最初はこちら、エキノドルスレニー。価格は1900円。こちらはトロピカ社のワンツーグローの組織培養水草です。たまにこの水草は見かけていたんですが、他の組織培養よりも結構高かったので見送ってたんですよね。ただ、今回初めて初売りに行かせてもらったこのお店では、組織培養水草が全品 20% オフということで、なかなか手が出せていなかったこのレニンを買うことができました。正直、福袋がない初売りはこういうのでいいんですよ。普段 ADA の水草なんて割引されることがないから、それだけでも購入者としては嬉しいですよね。ショップでいつも売られているものが割安になった方が欲しいものも選べるし最高だと個人的には思います。続いてはこちら、スキスマグロッティスプリエトイ。価格は1712円。こちらはアクアフルール社から販売されているポット水草です。水中育成可能な里芋科の水草ということで、アヌビアスに近い種類になるのかと思います。話によるとアヌビアスほど葉が硬くなく、通常のアヌビアスより小型のようです。ただ見てもらったらわかる通り、めちゃくちゃでかいというか長いです。おそらく小型といってもアヌビアスの通常種に比べてということで、アヌビアスプチなどの小型のアヌビアスに比べると大きいんでしょうね。こちらも店頭で見かけてはいたんですが、手が出ていなかった水草で、今回の 20% オフで手が出せた種類です。正直これをレイアウトに使うかはわかりませんが、何かしらに使えればと思います。ちなみにこんな感じでポット水草も安売りされてて、1店舗目で買ったアクアフルール社のポットブセも2000円切ってました。こっちで買っておけばよかったやん。というわけで今年の初売りはこんな感じの結果になりました。初売りは1店舗目のお店しか行ったことがなかったので、全部こんなもんかなと思っていたんですが、2店舗目のように通常販売している商品を一律値引きしてくれるようなお店もあるということが知れたのは良かったです。先ほどもお話しした通り、1店舗目に関しては生態の初売りも自分の好みとは全然違ったり、初売りと称して販売されている商品も他店舗と比べるとそこまで劇的に安いかと言われれば疑問なところがあるので、来年は見送るかもしれません。うちの近くで並ばなくていいとかなら行くんですが、ガソリン代と時間を使ってまでわざわざ買いに行く必要性は感じなくなってしまいました。個人的にはあまり人気のないワンコイン組織培養水草は普通にお得だと思うので、何か欲しい種類の水草があるのであれば選択肢には入りそうですね。まあ、このワンコイン組織培養に関しては翌日以降も普通に余ってるので、わざわざ開店当日に焦って買いに行く必要はないかも。2店舗目に関しては組織培養水草以外にも外部フィルターが安くなってたり、生態が 30% オフになってたりと、そんなに大きいお店ではありませんが行く価値はありますね。来年からはそっちにシフトして楽しもうかと思います。今年もこんな感じでアクアリウムにガンガンお金を使って経済を回していくので、応援のほどよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。